関ヶ原の戦い。日本史上最も有名な戦いの一つであるこの戦いは、多くの日本人が名前を耳にしたことがあるでしょう。しかし、いつ起こったのか、どこで起こったのか、誰と誰が戦ったのか、はたまたなぜ起こったのかということを知っている人は少ないでしょう。今回の動画では、そんな関ヶ原の戦いが起きるまでの様子を追っていきましょう。はいどうも皆さんこんにちは。今回は秀吉死後の豊臣政権についてお話ししていきます。この頃の日本史というと、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった順番でバトンがつながれていくようなイメージですが、今回の動画はここ秀吉から家康にバトンが渡される間の話です。秀吉の時代から家康の時代に切り替わる時には、多くの日本人が一度は名前を聞いたことがあるほど有名な関ヶ原の戦いという戦いがあるのですが、関ヶ原の戦いについては次の動画でお話ししますので、今回の動画は関ヶ原の戦いはなぜ起こったのかというお話になっています。それではまず豊臣秀吉が死んだところから話を始めていきましょう。1598年9月、天下人豊臣秀吉が死去しました。死の直前の秀吉は、自分はもうすぐ死ぬということを理解しており、息子である秀頼の行く末をとにかく心配していたそうです。この秀頼は当時5歳という幼さだったので、秀吉が心配するのも無理のないことでした。ということで秀吉は日本全国から有力な大名を5人集めて、彼らに対して秀頼のことを頼むと遺言しています。この5人のことを五大老と呼んでいます。そして五大老といえばもう一つセットで覚えられる人々として五奉行という人々もいます。五大老と五奉行の違いですが、先ほど言った通り五大老は全国の有力な大名5人だったことに対して、五奉行は以前から豊臣家に仕えていた人たち、つまり豊臣家の有力な人物5人だったという違いです。こうして秀吉が死んだ後には、全国の代表5人と豊臣家の代表5人、合計10人が集まって多数決で政治を行うようになっていったのです。さて、10人も有力者が集まって争いが起きないわけがありません。こうなると歴史のお約束、内部分裂が始まっていきます。どういうことかというと、10人の中から政敵を排除していく流れになっていくのです。ここで動いたのが徳川家康でした。家康は五大老五奉行の中から独立し、それ以外の大名と手を組んで五大老五奉行を一人ずつ排除していくという動きをしていきます。つまり家康派と反家康派という対立構造になっていったのです。さて、このような状況になっても軍事的衝突はありませんでしたが、あることをきっかけに一気に情勢が動いていきます。五大老の一人である前田利家が死んでしまったのです。前田利家という人物は若い頃から秀吉の親友だった人物です。そのような人物だったので、秀吉からの信頼も厚く、秀吉が死ぬ時には息子である秀頼の教育係を利家に頼んだほどでした。つまり利家は家康に対抗できるほどの実力者だったのです。そんな前田利家が死んでしまったので、五大老五奉行のバランスは崩れてしまいます。家康に対抗できるような人物がいなくなってしまい、家康が優勢になっていったのです。このタイミングで起こったのが石田三成排斥事件です。石田三成というのは五奉行の一人です。つまり石田三成排斥事件というのは、石田三成が追放されたことにより、さらに家康が優勢となった事件でした。そもそもなぜ三成が追放されたのかというと、それは朝鮮出兵まで遡ります。以前慶長の役の動画でお話ししましたが、朝鮮に出兵していた人々が戦線を縮小すべきだと主張したところ、秀吉から怒られて処罰されたというエピソードがあったと思います。この時に処罰された人々は、側近の三成が秀吉に何か言ったに違いないと思い、三成を恨むようになりました。そのような状況だったので、前田利家が死んだことで情勢が不安定になると、三成を恨んでいた人々が三成の追放を求めて動き始めたのです。これが石田三成排斥事件です。
結局この圧力により石田三成は引退に追い込まれてしまい、自身の領地である近江の国、そこにある沢山城に自宅謹慎を命じられるんです。こうして石田三成は政治の表舞台から姿を消したのでした。さて、秀吉の側近だった石田三成が失脚したことにより情勢はほぼ決まりました。反家康派は崩壊し、多くの人々が徳川家康に屈服、徳川家康が政治の主導権を握ることになります。しかし家康はここで手を緩めません。手に入れた勢力基盤をさらに盤石なものにするためにさらに策を講じていきます。この時家康に対抗できる人物としては、亡き前田利家の息子である前田利長と上杉景勝や毛利輝元が挙げられます。家康にとっては彼らが邪魔な存在でした。このような有力大名を家康は一人ずつ潰していこうとしていくのです。その中で最初に目をつけたのは前田利長でした。前田利長を邪魔だと思った家康は、前田利長が家康を暗殺する計画を立てているという話を捏造して、前田利長は悪いやつだ、前田利長を倒そうと主張します。しかしもちろんですが、前田利長は心当たりがありません。これに驚いて暗殺計画などないと主張します。さらに利長は自分の無実を証明するために母親を人質として家康に差し出して許しを請いました。こうして前田利長は家康に屈服。五奉行の一人である浅野長政はこの事件に際して前田利長は無罪だと言ってかばったところ、巻き込まれて謹慎処分を言い渡されてしまいます。こうして敵を減らした家康が次に目をつけたのが上杉景勝でした。この頃上杉景勝は会津へと帰国して領国の経営を行っていました。この領国経営に目をつけた家康は、景勝が城を作ったり道を整備したりしているのは謀反の前兆だという話を捏造して弁明するために上洛しろと要請します。しかし景勝からすると意味が分かりません。今すぐの上洛は無理だから延期してくれと頼みましたが、家康はこれを拒否。これによって家康は命令に従わない上杉氏を倒すという半ば強引な論理で上杉氏を倒すために東へと向かっていきます。しかしここで予想外の出来事が起こります。失脚していたはずの石田三成が挙兵したんです。独裁の色を強めてきた徳川家康は周囲の反感を買っていました。次々と排除されていく人々を見て、前田氏の後は上杉氏が標的になった、次は我らが標的になるかもしれないと考える人がいてもおかしくありません。石田三成はそのような人々をまとめ上げて反徳川連合軍を結成し挙兵したのです。石田三成は毛利輝元を総大将として兵を挙げ、ついに徳川家康とぶつかります。こうして起こったのが関ヶ原の戦いです。